黙れ。せっかくいい話をしているのに。お前らは何だって笑うのか。バカは知恵を笑うって言うじゃないか。静かにこの話を聞けよ。それから首領はイエスに向かって尋ねた。お若い方、これからどんな仕事をなさるんですか？イエスは勇気を振るって答えた。私は病を癒す使命を持っているのです。殺し屋ではありません。首領は言った。俺たちだって好きで殺しをやっているわけじゃねえんです。財宝を手にすりゃ貧乏人を救ってやれるんですよ。俺たちはみんなゴール人で、昔ローマ軍と戦った英雄ユダの旗本に馳せ参じた連中のせがれたちなんです。俺たちは親父が十字架で殺されたのを見たんです。恐怖のどん底でうごめいていた親父の声が今でも耳に残っているんです。それから俺たちは放り出され、不老者になって飢えと寒さと戦ってきたんです。そこでみんなと誓い合ったんです。いつか親父たちの仇を討とうってね。時が来たら預言者の町エルサレムを救うために反乱を起こし、呪われた異邦人、ローマ人を追ん出してしまうってね。このために金持ちを略奪しているんです。財宝が貯まったら確かな場所に隠しておいて反乱の時を待つのです。財宝の一部で武器を買い、棍棒しか手にしていなかった親父たちよりもずっと強力な武器で戦うんです。だからお若い方にも俺たちに加わって一緒に目的を果たしてもらいたいんですよ。お見受けしたところ、お若い方は知恵があり勇気もあるようですから。イエスは繰り返して言った。私は人々を滅ぼすためではなく癒すために来たのです。では俺たちと一緒にやりたくないというのですか？その通りです。イエスの返事を聞いて盗賊どもはざわめいた。しばらく沈黙が続いてから首領は言った。旅のお方、あなたは俺たちの囚人なんですよ。俺たちを裏切らないようにするためにもここからは出られないんですよ。イエスは尋ねた。どうしたら人を癒すことと滅ぼすことを同時にやれるんですか？首領は言った。そんなことがどうして俺にわかるんですか？とにかく俺はあなたのことを高く買っているんですよ。首領はイエスを促して隣接している小さな部屋に連れて行き、今にも死にそうな男が横たわっているのを見せた。ご覧なさい、私の弟です。残された私のたった一人の肉親です。それもこの間の騒ぎで重傷を負ったのです。こいつは本当に運が悪いんですよ。首領はごつい体を震わせながら泣いた。首領は命令するような口調でイエスに言った。旅のお方よ、俺には死の匂いがわかるんですよ。多くの経験からね。だからどんなに優れた医者に見せてもこいつは助からないんですよ。もしもあんたがこいつを癒してくださるんでしたらいつでも解放してあげますよ。病人はユダと言って首領の顔をじっと見据えながら死の恐怖におののいていた。イエスは死の床で怯えきっている者に心から同情し、何とかしてやりたいと思った。イエスは病人がまとっていたボロ着を脱がせ、きれいに洗ってから清潔な麻布で体を包んでやった。ユダは大声を上げて泣き出した。どうやら苦悶から抜け出した様子であった。イエスは彼の頭にそっと手を置いて彼を勇気づけた。しばらくするとユダは明るい顔に変わり、ため息をついてから深い眠りについた。そこでイエスは言った。眠れば彼は再び生き返るでしょう。首領はイエスの手先から不思議な光が走っているのを見てたじろいだ。畏敬の念に打たれたからである。二人は一晩中ユダのそばで見守っていた。病人があまりにも静かに眠っているのを見て、首領はもう死んでしまったのではないかと思った。疲労と絶望が覆っていた。首領は立ち上がりブツブツ言いながらうろつき回った。イエスが静かにするようにと合図を送ってもそれには気がつかないので、小さなほっそりした体のイエスが巨大な首領の腕をつかまえ、力ずくで洞穴の外へ引きずり出してしまった。ユダの元に戻ってみると、兄の喋り声で目を覚ましていた。イエスはもう一度眠りにつくまで癒しの手をユダの額の上に当てていた。自尊心の強い首領は命令された経験がなかったので、無理無理洞穴の外へ出されたことから、ふてくされた犬のように寝そべっていた。癒しの手を差し伸べていたイエスは
ユダが深い眠りについたことさえわからないくらい疲れ切っていた。まだ日も暮れていないのに、イエスは癒しのために全勢力を使い果たし、そこに倒れてしまった。首領が我が子のように抱き上げて、自分のとこに寝かせた。首領は弟のところへ行ってみると、なんとつやつやした顔色をしているではないか。彼は即座に生き返ったことを感じた。弟から死が遠のいていったのである。盗賊たちはイエスを囲んで酒盛りを始めた。祝いの主演であるユダが生命の息吹を取り戻し、首領がすっかり元気になったことで、彼らは大いに喜んだ。たらふく食べ終わった頃、彼らはイエスにあれこれと質問をした。イエスはいろいろな例を挙げながら、質素な生活の素晴らしさを説いた。話がガリラヤの人々の勇気に触れるや否や、次第に興奮してきて、ローマン憎しの感情がむき出しになってきた。俺たちはまずは貧乏人を苦しめている金持ちをやっつけるんだ。偉そうな面をして威張ってやがる売国奴を放り出そうじゃないか。イエスはすかさず言った。あなた方も金持ちになりますね。そうともさ、俺たちは派手な暮らしができるってわけさ。イエスは尋ねた。ローマ軍が大挙してやってくるまでの話でしょうね。奴らがやってきても俺たちは戦って奴らを先祖の土地から追い払っちまうさ。イエスはため息をついて、それからは何一つ語ろうとはしなかった。彼らは散々大ボラを吹いたり歌いまくってから眠りについた。イエスと首領の2人だけが残った。首領が言った。旅のお方よ、あなたの名は何というのですか。あなたはなんと素晴らしい方でしょう。これからも私たちのそばにいてイスラエル救済の仕事を助けていただけないでしょうか。私には人々を癒す使命が待っています。首領は眠っている弟の顔を見つめながら言った。そうでしたね。あなたの使命は癒すことですね。我々は不老者だから、時には自分を守るために人を殺さなきゃならん時もあるのです。我々は多くの危険に取り囲まれていて、いつ敵に襲われるかわからないんです。私はあなたに安全の保証を差し上げることはできませんが、国のためになる仕事をあげることはできます。そして私の愛も一緒にね。私は平和を愛する人間です。木が熟せば癒しの技で人々に奉仕するのが最もふさわしいと考えているのです。ですから私はここから出てまいります。イエスは首領が自分に約束したことを思い出していた。弟を癒すことができたら自由にしてやるという約束である。首領もそれをよく承知していたので拒むことはできなかった。別離の悲しみをこらえながら首領はイエスの申し出を受託した。首領は言った。どうか一つだけ約束してください。2年後にもう一度お会いしたいのです。もちろん私が生きていればのことですが、もう一度お目にかかれたら、あなたの知恵の言葉を聞かせていただいて、大いに心を豊かにしたいのです。イエスは快く承知した。2年後にやってきて見つからなかった時は、あちこちを訪ね回って探し出すことを約束した。イエスと別れを告げてから、洞穴の中に戻ってきた首領は、弟ユダに言った。わしは随分多くの人間と会ってきたが、あのようなお方は全く初めてだ。あのお方はきっと預言者に違いない。ユダはすかさず言った。あの方は多分イスラエルの民を解放すると聖書に記されている救い主かもしれませんね。いや、そうじゃないね。あの方は平和を愛する預言者だろうて、もし救い主ならば、イスラエルの王者として我々をリードし、剣を取り上げて戦いに向かわれるはずだ。後になって首領は弟の言った言葉を思い返してみた。記憶の倉庫の中に大切にしまっておいた種が、いつしか立派な果実をつける日が到来することを信じているかのように何度も思い返していたのである。